古代のピラミッドの技術的完成度は現代でも解明されていない部分が多く残されています。特に、その基礎工事における水平と垂直の精度は驚異的であり、当時の測量技術だけでは説明できないと考えられています。例えば、クフ王のピラミッドでは、基礎となる岩盤を完璧に水平に整地した上で、ピラミッド本体の四隅を垂直に計算した初期の基線が設定されていました。しかしながら、この水平と垂直の精度は、現代の建設現場でさえ達成が困難なレベルだったのです。基礎岩盤の水平面は、わずか 0.6 インチ、約 1.5 センチメートルの誤差しかありません。ピラミッド全体で見ても側面の垂直からの最大誤差はわずか 0.12 度に過ぎません。これは非常に小さな角度で、ヒューマンエラーを超越した精度なのです。この精巧さはどのように達成されたのでしょうか。一般的な説明としては、ピラミッド建設当時の職人たちが、極めて高度な測量と制御の技術を持っていたと考えられています。水準器や垂直測定器などの道具を使って、細かな調整を何度も繰り返しながら施工したのかもしれません。しかし、時間とコストの制約を考えると、このようなアナログ的な手法では的確に対応できなかったと考えられています。生産性が極端に低下してしまうからです。そこで最近の研究では、古代エジプト人がある種のレーザー技術を使っていた可能性が指摘されるようになってきました。当時の物理学の知識を利用したレーザー光線による測量方式があったのかもしれません。具体的には、光を利用した遠隔測量システムを考案していたのではないかと推測されています。レンズやミラーといった光学素子を組み合わせ、光の反射や屈折をうまく利用して遠方の点を正確に狙う技術があったかもしれません。実際、ピラミッドの内部からレンズに使われたと思われる結晶の破片が出土しており、レーザー光線による測量の痕跡かもしれないと指摘されています。またレーザー光線以外にも、音波を使った測量手法の存在が示唆されています。ピラミッドの内部構造には、不可解な共鳴空間が多数確認されており、音響測量装置だった可能性が指摘されているのです。古代エジプト人は音波の電波原理を利用し、超高精度の距離、方位測定を実現していたのかもしれません。ピラミッド内部の特殊な構造は、この音響測量を支援するための機能的デザインだったと考えられています。このように、光と音の性質を利用した高度な測量技術があったかもしれません。当時の科学知識を総動員しながら、最先端の測量システムを開発していた可能性が示唆されているのです。一方で、精密測量の技術的根拠が別の方向から説明される可能性も残されています。遺跡の発掘から明らかになった様々な痕跡から、測量ツールとして機械的装置を使用していた形跡があると考えられています。つまり、機械式の自動測量システムを保有していた可能性があるのです。当時の科学技術レベルはかなり高かったことが伺えます。例えば、車輪や軸受けなどの回転機構を応用した測量機が存在した可能性が高いのです。そうした機械式の測量装置は、長距離の遠隔測量に適した構造だったと考えられています。回転運動を利用することで、わずかな角度の違いを正確に検出し、遠方の位置を三角測量する仕組みがあったのかもしれません。ピラミッド建設地の発掘現場から出土した金属部品や精密な歯車の破片は、そうした機械測量装置の存在を物語っているのかもしれません。古代エジプト人の機械技術の高さを示す重要な手がかりとなるでしょう。このように、ピラミッドの高精度な水平と垂直の実現方法については、
光や音波、機械式など、様々な可能性が示唆されています。これらの新しい発見や仮説は、従来の考古学の見方を覆す可能性を秘めています。明らかに当時の原始的な技術を超越しており、解明されれば私たちの古代文明観を一新するに違いありません。近年、この分野での研究が特に進展しているのも事実です。出土品の科学的分析が進み、痕跡や切り口などの細かい証拠から、次々と新たな手がかりが見つかっています。まだ解明されていない部分は多く残されていますが、最先端の科学分析とバーチャルシミュレーションを駆使することで、いずれこの難問にも光が当てられるでしょう。そうすれば、人類史に残る偉大な英知の真実が明らかになることでしょう。そうしたピラミッド建設における水平と垂直の誤差から計算された建設精度は、現代の測量技術をも超越するレベルであると指摘されています。これを実現する手法については様々な仮説が提唱されていますが、中でも有力視されているのが地球重力ベクトル測位システムの存在です。この仮説は、古代エジプト人が地球の重力ベクトル場を測定、解析する高度な技術を有していたという前提に立っています。これにより、極めて高精度なジオイド面を決定し、水平面と円直線を厳密に定義できたと考えられています。具体的には、古代エジプト人が独自に開発した地殻変形連続観測網によって、大地の歪みとその影響による微小重力の変化を常時モニタリングしていたと説明されています。この観測網はピラミッド地域全体に展開され、人工地震探査のような手法で地下深部の岩盤構造まで正確に把握できたと推定されています。こうした地殻活動に伴う重力場の変動を高い時間分解能で測定し、地球重力の絶対値を正規化していたのです。そしてその解析結果をもとに、準拠重力ベクトルを正確に特定することで、理想的な水平面と円直線を定義し得たと言われています。準拠重力ベクトルとは、観測地点における地球重力の主要成分を規定する単位ベクトルのことです。この重力ベクトル場の勾配こそが水平面の基準となるのです。なお、この仮説が正しければ、古代エジプト人はベクトル解析や微分岐化、さらには一般相対性理論の基礎概念をすでに身につけていたことになります。これらの高度な数理の知識があったからこそ、極めて精密な測量が可能になったと推測されているのです。さらにこの技術は単なる水平面の設定にとどまらず、ピラミッドの配置や室内の通路の直進性を保つ際にも応用されていた可能性が高いと考えられています。実際、ギザのピラミッドからは、不可解な穴や溝が多数発見されており、その機能については未だ解明されていませんが、一説に地殻歪み観測用の観測穴だったとの指摘もあります。底面から伸びる垂直穴や、地下に伸びる水平穴などの構造は、重力場の変動モニタリングのための高度なセンサーネットワークの一部だったのかもしれません。さらに別の仮説として、ピラミッドの精密建設には完成工法システムが活用されていた可能性が指摘されています。これは地球自転による完成力のベクトルを利用した測位技術です。具体的には、ピラミッドの内部に完成センサーが仕掛けられ、地球の自転によって生じる遠心力や横力といった慣性の影響を常時測定していたと推定されています。つまり、回転する地球上の任意の点における慣性力ベクトルを測量に利用していたというわけです。この手法を用いれば、重力場と組み合わせることで、ジオイドモデルに拘束されない3次元測位が可能になったと考えられています。言い換えれば、地球上の座標だけでなく、
空間上の任意の点の3次元位置を高精度で測定できたということです。こうした高度な測位原理を活用していたからこそ、ピラミッドの傾斜角や室内通路の設計が極めて正確に実現できたのだと指摘されているのです。慣性工法システムは、垂直方向だけでなく水平方向の微小ずれも補正し得る優れた機能を備えていたと推測されています。実際、慣性工法センサーの痕跡が複数の部屋から発見されており、これらはフォトンジャイロセンサーなどの回転センサーの一種だったのではないかとの指摘もあります。このように最先端の測量技術があったことを裏付ける考古学的な手がかりが次々と発見されており、それらのメカニズムについても徐々に解明が進んできています。例えば、単なる機械式のジャイロスコープではなく、光の干渉効果を利用した順転調光学式ジャイロセンサーだった可能性も考えられています。ピラミッド内部の構造では、複雑な経路の光ファイバーが確認されており、光学式ジャイロの存在を強く示唆しています。また、一説には地球磁場を利用した磁気式ジャイロの利用も指摘されています。極めて高精度な地磁気センサーを適所に配置し、地球の自転による磁場の変化を正確に捉えることで、回転ベクトルと傾斜を検出していたのではないかとの推測があるのです。こうした最新の発見から、古代エジプト人が現代の科学技術をはるかに凌駕する知識と技術を有していた可能性が示唆されています。ピラミッド建設の精度から、いかに先駆的な工学的思考があったかがうかがえます。惑星規模の天体力学現象さえ測量に活用するという、私たちの想像を絶する高度な発想があったことは間違いありません。それがいかなる原理に基づいていたのか、明らかになれば、現在の科学的パラダイムを一新する大発見となるかもしれません。そうした想像を絶する高度な科学技術を解明することで、私たち現代人の知の地平が大きく広がる可能性があります。最先端の科学的手法からも解明できない部分が山積していることは事実です。しかし、それだけに大発見と新たな可能性への期待が込められているのだとも言えるでしょう。まだまだ明らかになっていない謎は数多く残されています。しかし同時に、古代エジプト文明の持つ知的資産の大きさが次第に明らかになりつつあるのも事実なのです。ピラミッドの精度に代表される人類史上最大の知的遺産の解明が進めば進むほど、私たちの知識と能力の発展が加速度的に進展することが予想されます。その意味で、ピラミッド研究の重要性は計り知れないものがあるのだと言えるでしょう。